皆さんこんにちは。リジェクトロート G の時々でございます。今回は CPT ワールドウォーリアの第5回大会が終了しまして、結果のご報告と振り返りをしていきたいと思います。まずはワールドウォーリアとは何ぞやということなんですが、5回のポイント大会が行われ、順位に応じたポイントを獲得いたします。で、5大会の合計ポイントが高かったプレイヤーはカプコンカップ出場権獲得。5大会中成績の良かった3大会の合計ポイントの上位8名はワールドウォーリア決勝大会に進出し、その優勝者もカプコンカップに出場することができますと。そして今回はポイント大会のラストでございます。第4回の時点で累計11ポイント、ポイント1位の可能性はなくなってしまいましたが、地域決勝大会進出のために今大会で最低でも4位以上が必要という、かなりね過酷な状況でございましたが、今回どうなったのかということでございます。1回戦がですね、トニー・シュワイさん、トニー・マイだったんですが、マイというキャラクターも分かってたので、僕は今回剣を、使っての1試合目でした。このね剣舞、うまく立ち張ることができれば全然ねチャンスがあるんで、うまくやりたかったんですが、課長戦投げられまくったりとか、なんかお互いバーンアウトしてしまったりとか、いろいろあったんですが、なんとか最後、立っていたのは時々剣という形で、1回戦突破でした。続きましてはですね、アミルさんという方のブランカでしたかね。で、ここからは、大体 JP の出番だったのかな。そうですね、JP、全部 JP かな。で、アミルさんの、ブランカを JP で。そして、続いて D キさん。こちらね、MDJ というなかなか珍しい、方でしたね。で、D キさんにも、勝利することができて、その次、浦島さん。ストリートファイター5ではずっとね、ミカを使っていらっしゃった方なんですけど、スト6では、キンバリーを使ってね、レジェンド常連だね、の方と当たったんですが、キンバリー JP っていう組み合わせ自体、僕はね、あんまり得意じゃないんですけど、どうやら、JP 使いの方にいろいろ聞くと、JP、いけるんじゃないかと。言っていただいたりとか、あとはリジェクトユースのタコくんはキンバリー使いなんだけど、そのタコくんにねもらったアドバイスをしっかりうまく使ったりして、なんとかねこちらも2-1で勝利することができました。覚えてるのは、起き上がりに SA 警戒してちょっと遅らせて投げたら、おそらく浦島さん SA ミスのリバサ肘が出て、それが僕の遅らせ投げにカウンターヒットして、そこからのコンボでラウンドを取られてしまうという、あれは故障者ちょっとついてなかったなという思いのラウンドがありましたと。そして続きましてプール12の決勝が、ストーム久保がですね、僕の反対側で上がってくると予想していたヘイポンさん下しまして、ストーム久保が、プール決勝の相手でホンダ、JP ホンダはね、ランクマとかでもかなり対戦経験積ませてもらってたので、それでもね SA3 起き上がりのぶっ放しとかをなんとか当てて逆転したりとか、そういう危ないラウンドもあったんですが、スコア自体はなんとか 2-0 で、プール抜けさせていただきました。そして、迎えたトップ64の、第1試合、こちらですね、ナショナル動かせさんの、エレナの方だったんです。最初のラウンド取られたんですが、そこから巻き返してラブーシカを発動して、よしこっから JP の試合だぜっていうところだったんですが、なんとそこでですね、急に接続切れが起こってしまい、接続切れちゃったなと、ちょっと格ゲーチェッカーとかいろいろ情報集めするかと思ったら、ネットが繋がんなくなってたんです。つまりですね、これ僕の回線切れだったんです。これなんかあったかなと思って外出て確認したら、なんと、本日ですね、うちの、自宅の共用部がですね、停電が起こると、午後1時から2時の間で停電が起きますということが今日のタイミングでねあったみたいで、いやこれはもうどうしようもないなと思って、しょうがないからリジェクトオフィスにここから急いでいけば20分ぐらいで着くんで、ナショナル動かせさんに
まずは連絡をして、この試合は僕の負けということにしていただいて、0-1の状態から僕移動してやるんで、それでいいかということを、ご提案させていただいたら、じゃあそれでお願いしますということだったので、急いで、リジェクトオフィスの方に向かい、でもどうやらね、僕はもう向かっている間に停電終わったらしくて、移動した方が時間かかってしまってね、ナショナル動かすさんにはもちろんのこと、その後の上で待っていただいた小林さんとかもね、ちょっとご迷惑をおかけしました。で、01から場所を変えて、ナショナルさんの、エレナだったんですが、エレナに、1対1にまず追いついて、剣にね、エレナからナショナルさん変えて、それもね、JP でなんとか勝つことができたんです。で、トップ32に、進むことができました。そこで、当たったのが小林。僕ね JP 使っときながら小林の残機はかなりランクまで言わされているのでどうしたもんかなというふうに思ってたんですが、ここでもね小林のね飛びだね、飛びをもうちょっと落とせるようにならないと残機戦は勝率を高めることができないだろうなと、思いました。豪快な読みも通されて、1対2でやられてしまい、ここでルーザーズに回ってしまうわけであります。でルーザーズ行った先はね、誰が上がってくるか全然分かんなかったんだけど、数の子が最後多分ゆかりさんを下して、当たってきたのかな。こちらねCR とリジェクトで今月末に、グランドファイナルでストリートファイターリーグがあるわけなんですが、それの前哨戦というわけじゃありませんが、ここで当たってしまったわけであります。数の子のね徹底した地上戦、バイパーもなかなかリーチ長くてね、JP のリーチをもってしてもなかなか触りづらい立ち回りをうまくやられてしまいまして、終始数の子に対してやっぱ追っかけるような展開になってしまいまして、それがあんまりちょっと良くなかったのかなと今思い返せば反省であります。でこちらも 1,2 で負けてしまいまして、17位タイで、5ポイントゲットという形になりましたと。そして、今回の上位入賞プレイヤーとキャラなんですが、今回はですねかなり上の方でポイントが動きましたね。もともとポイントを持ってる人たちがさらに稼ぐ、形になったと。みんな最後ってこともあって上位勢が軒並み気合を入れて臨んだ、それがね結果に現れましたね。樋口のガイルが苦手キャラバキバキなぎ倒して優勝と。これお見事だね。 JP ダルシムとかなりきつい組み合わせが続いたと思うんですが、残機も倒してるのか、これはすごいね。そして2位が武田家ピアノ JP3 位鶏飯ダルシムと、ここら辺ねもともとポイント持ってる人たちが今回の活躍目立つ結果となりました。はい、そして、最終的なポイント順位はこちらのようになっております。ドン、同率で樋口と鶏飯が並んだんですが、樋口は1回優勝をしているためルール上樋口が1位通過で、カプコンカップ出場でございます。おめでとう。勝った後ね樋口も富士サファリパークの CM みたいに本当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 にっつって自分でもびっくりしてましたね。そしてね、2位から9位の鶏飯竹竹ピアノ金町ドグラ響柳井聖也剛腕、こちらの8名も地域大会決勝で2月8日に行われて、これの優勝者もカプコンカップに出場ということですので、戦いはねまだまだ続くわけであります。そして、時戸さんの方なんですが、私は5ポイント伸ばしまして合計16ポイント40位タイで、終了でございます。今年はね、カプコンカップに出場がならなかった、ということになります。プレミア大会の方のポイントでワンチャンいけないかなというところだったんですが、それもね最後若手にすっ飛ばされましてならずと。でワールドウォリアー地域決勝大会に向けて、夢はあったんですが、やはりこの規模の大会でなかなか上位ね
行くというのは厳しかったと。はい。また引き続きね、精進していきたいと思います。はい。そして、カプコンカップ出場は叶いませんでしたが、両国国技館の舞台に立つチャンスはまだ残っております。1月31日の土曜日、こちらですね、ストリートファイターリーググランドファイナルに向けて、私、引き続き精進してまいりますので、何卒よろしくお願いいたします。それでは本日はこの辺で、また。